エベレスト登頂の歴史は人類の野心と挑戦の象徴です。世界最高峰であるエベレストは標高8848メートルに達します。初めてエベレストが測量されたのは19世紀半ばのことです。イギリスの測量団がヒマラヤ山脈を調査し、最も高い山としてピーク XV を記録しました。その後1856年にエベレストの名称が公式に使用されることになりました。ここから人類のエベレスト挑戦が始まります。最初の大規模な試みは1921年の英領インド帝国の遠征です。この遠征は氷河、雪原、岩場の厳しい環境を初めて詳細にマッピングしました。次に重要な遠征は1922年です。この年、ジョージ・マロリーとそのチームが初めて酸素ボンベの使用を試みました。酸素ボンベは高山病対策として考案されましたが、その操作と管理は当時の技術では非常に困難でした。この年、標高7600メートルまで到達しましたが、さらに高く登ることはできませんでした。その後、1924年の遠征が続きます。この遠征でジョージ・マロリーとアンドリュー・アービンが頂上へ向かいましたが、彼らは帰ってくることがありませんでした。マロリーとアービンがエベレストのどこに消えたのか、そして頂上に立ったかどうかは今も謎のままです。この事件はエベレスト登頂時の中でも最も有名な未解決事案として知られています。1953年、ついにエドモンド・ヒラリーと天神・ノルゲイがエベレスト登頂に成功しました。彼らは南東領からアプローチし、酸素ボンベを使用して頂上に達しました。この成功は世界中に衝撃を与え、エベレスト登頂の技術と装備が飛躍的に進化する転機となりました。その後は様々なルートからの挑戦が続きます。まず1978年にはラインホルト、メスナーとペーター・ハベラーが酸素ボンベを使用せずに登頂することに成功しました。これはエベレスト登頂史において革命的な出来事です。酸素の供給量が限られた環境での体力管理と精神力が極限まで試されました。酸素ボンベなしの登頂は登山家にとって究極の挑戦となり、次々と新しい記録が生まれました。その後も技術革新が続きます。1980年代に入ると、寒冷地用の特殊素材を使用した登山装備が開発され、防寒対策が飛躍的に向上しました。GPS 技術の普及により、登山ルートの把握も容易となります。そして2000年代に入り、衛星通信を利用した緊急連絡システムや最新の天気予報技術が登山家をサポートします。これらの技術進化により、エベレスト登頂の成功率が高まり、安全性も向上しました。エベレスト登頂は年々多様化しています。アマチュア登山者が増える中で、ガイド付きの商業遠征が一般化しました。これにより、経験の少ない登山者でもエベレスト登頂を目指すことが可能となりました。ただし、商業遠征の普及は新たな問題も引き起こしています。例えば、エベレストの混雑やゴミ問題が顕在化し、環境保護の重要性が認識されるようになりました。そして最新の挑戦者たちは、持続可能な登山を目指す動きが強まっています。エベレストの環境保全を考慮した登山計画が増え、ゴミの持ち帰りや設備の再利用などが議論されるようになりました。エベレスト登頂は単なる体力と技術の挑戦だけでなく、環境への配慮も重要な課題となっています。以上のように、エベレスト登頂の歴史は技術の進化と人類の挑戦し、その両方が織りなす物語です。エベレストはただの山ではなく、人類が自然界の極限に挑む象徴であり、その過程で得られた知識と経験は次の世代に向けた重要な財産です。これからも多くの冒険者がエベレストに挑み続けることでしょう。